皆さんこんにちは、シンです。今回の動画はイギリスに関しての質問10個をですね、勝手に私の方から答えていくというような動画になるんですけれども、当チャンネルはですね、結構イギリスを中心とした社会問題を取り上げてきたんですけれども、いずれも結構ヘビーなものになってしまったので、少なくとも今年の最後の動画ぐらいですね、ちょっと軽めな感じでいきたいなと思っております。そして今回ご紹介する質問に関してはですね、ネットのツールを使ってイギリスに関しての質問、上位をいくつかピックアップしてご紹介しているんですけれども、必ずしも順位別でご紹介しているわけではございませんので、ちょっとそこだけご了承ください。そして突然のご報告にはなるんですけれども、こちらのチャンネルはですね、当動画をもって最後といたします。運営終了いたします。短い間でしたけれども、たくさんのサポート、本当にありがとうございます。別に全然悪い話ではないんですけれども、詳細についてはですね、別の動画でまとめていますので、概要欄からリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。では早速1個目の質問からいきたいなと思います。1個目はですね、イングランドとイギリスの違いは、これは僕もイギリス初めて来た時ちょっとあやふやだったんですけれども、イングランドというのは一つの国であって、イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合王国の名称になります。で、イギリスという呼び方は日本だけなんですけれども、外国人というか、イギリスの外で言われているのが、UK、UK、United Kingdom、これがまさにその連合王国の名称になっております。なので、厳密にはイングランドがイギリスに含まれるというような考え方です。ちなみに、そのイギリスっていう呼び方は日本だけなんですけれども、じゃあなんでイギリスと呼ぶのかっていうところをちょっと調べてみたところ、最初に日本に来たヨーロッパ人というのがポルトガル人なんですけれども、ポルトガル人がイングレスというのをイングランドとして呼んでたんですけれども、それをなんか日本風に変えて、最終的にイングランドイコールイギリスになったんですけれども、なぜそのイングランドがイギリスになったのかちょっと僕はわからないんですけれども、そういう歴史があります。では次2つ目の質問です。イギリスでトイレを貸さないのは違法ですか？基本的には違法ではありません。というかこんな質問があるんですね。ただこの質問の背景としては多分公衆トイレがあまりイギリスにはないので、日本みたいに。なんでどうしてもそのトイレを使う場合は、例えばお店のトイレを使うしかないっていうような状態でこういう質問が出てきていると思うんですけれども、私有地になるのでお店の中のトイレっていうのは当たり前ですけど、なのでそれを客に貸すか貸さないかっていうのはお店の判断ですし、違法ではないと思います。はい、では次。イギリス人は1日何回食事しますか？僕の周りの人たちは、基本1日3回です。そこにプラスして軽食もあったりします。軽食というか、アフタヌーンティーをたしなむ人もいるんですけれども、よっぽど時間に、あとはお金に余裕がある人じゃないと、アフタヌーンティーを取ってるイメージはないですが、基本3食プラス軽食です。で、イギリスは周りの例えばそのフランスだったりスペインとかと比べて夕食の時間が早い気がするんですよね。なんでレストランとか予約しようとするとだいたい6時、7時台っていうのがすごい混み合ってるんですけれども、8時、9時台とかになってくると結構空いてるようなイメージはあります。で、ちょっと補足なんですけど、僕がこっちで働いていて思ったのは、例えばその会社というか仕事終わって、帰る前に、同僚たちとパブ行って一杯するっていうのがあるんですけれども、パブで飲むビールをもう夕食としちゃう人がいるんですよね。なので、朝昼食べて、晩ご飯はビールみたいな感じで、そのまま寝ちゃう人が僕の周りにはいます。必ずしもイギリス国民がそうだとは言い切れないと思うんですけれども、少なくとも僕の周りではそういったケースが結構多い気がします。では次4つ目、イギリス料理がやばいと言われる理由は、はいイギリス料理はやばいですね。やばいというか秋っぽいですね。以前別の動画でもそのイギリス料理についてちょっと語らせてもらったんですけれども、産業革命が結構影響してるんじゃないかなというふうに僕は思っていて、質素なんですよね。なので料理に対してあまり興味がない国民性がゆえ、どうしてもいい味というか、美味しい食べ物を追求しなくなってるんじゃないかなと思っています。ただですね、最近結構やっぱりその移民の影響とかもあり、それなりにそのレベルが上がってきてるような気はしております。では次5つ目、イギリスはなぜ左側通行なの？
これは確かに思いますね。で、ちょっと調べてみたんですけれども、起源というのは中世の騎士文化からだそうです。騎士文化って要は剣を体の左側に持っていたので、その剣を抜くっていうのを考えた時に、左側で歩いてた方が攻撃の体勢に入りやすいっていうのがあって、左利きの人はどうなんねんって話なんですけど、右利きがマジョリティだった時代に剣は右手で持つ。なので、右側通行だと防御しにくい、攻撃しにくいっていうので、それがずっと続いて、馬車の時代に入ってからも左側っていう風になり、今日に至るような状況です。なので、イギリスの植民地になっていた国々を見てみると、基本的には左側なんですよね。なんで、インドだったり、オーストラリアだったり、マレーシアとかもそうですよね。もう、基本的には左側通行っていうような考え方で、それが影響してるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、この左側通行ってどちらかというとマイノリティになるので、それを右側通行に変えないのかっていう話もちょっと僕の中で気になってたんですけど、調べてみたら、やってみようみたいな話は一応あったんですけれども、すぐ、撤回というか白紙化、したんですよね。というのも、交通インフラは全部、変えなきゃいけないので、それに相当お金をかけなきゃいけないっていうようなことを考えたときに、それはちょっと面倒だよねっていうので、ずっと左側通行のままです。はい。では次6つ目。イギリスはなぜ EU を離脱したのか。はい、これは難しいというか、すごい白黒はっきりしてないんですけれども、主に理由は3つあります。まず1つ目が移民が増えすぎたっていうのが不満としてありましたと。それが1つ目。で、2つ目に EU の法律に縛られたくない。イギリスって、EU に所属していた時は EU の法律に従って物事を進める必要があったんですけれども、なんで EU の言いなりにならなきゃいけないんだっていうので、結構そこでモヤモヤしてたっていうのが背景としてありましたし、3つ目はですね、その自国の経済をどうにか自分たちで決めたいっていうのがあったんですよね。なので、例えば関税だったり、貿易の話とかもそうですけど、自国で物事決められないんですよね。どうしても EU に相談してからやんなきゃいけないっていうのが、結構イギリスの中ではフラストレーションとしてあって、それが一つのナショナリズムへの変化になっていったそうです。なので EU に対しての不満自体はここ最近生まれたものではなくて、もう50年代60年代からずっと続いてたようなものになるんですよね。で、そういうこともあり、国民投票をやったわけなんですけれども、当時はですね、イギリス国民は、いや、まさか EU 離脱しないだろうっていうので、離脱反対派の方々が投票に行かなかったらしいんですよね。なので、それで蓋を開けてみたら、賛成派の投票数の方が上回っちゃって、最終的に離脱ってなって、結構国民の中でもショックが大きかったんじゃないかなというふうに思っています。なんかあれですよね、アメリカの2016年でしたっけの大統領選挙でまさかトランプが勝つっていうような状況に似てるんじゃないかなというふうに僕は思います。で、ちなみに過去にですね、EU 離脱を賛成した方にちょっとお話を聞いたので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。では次、7つ目、イギリスでタブーなことは、僕の感覚から言います。まず年収だったりお金に関しては結構シビアというかセンシティブな話なんですよね。なんでそういった年収の話をオープンに聞ける国もヨーロッパの中ではあると思うんですけれども、イギリスはちょっとそこはタブーなんじゃないかなというふうに思ってますし、あと王室を批判するっていうのも一つタブーとして僕はそれがタブーだって覚えてきたんですけれども、結構スキャンダルとかもあってですね、最近王室に対しての批判も強くしている方もいるような気はしているので、一応タブーだとは思うんですけれども、そういったこともタブーというふうに考えることができます。ただですね、絶対と言ってもおかしくないのが、列に割り込むです。イギリスって列を割り込むとかなりうるさいです。めちゃくちゃ怒られます。なんで、列に割り込むっていうのはタブーだと言ってもいいんじゃないかなというふうに僕は思います。では、8つ目。ちょっとトイレの話に戻るんですけれども、イギリスのトイレは紙を流してもいいですか？基本的には流してもいいと思います。たまに流しちゃいけないとこに張り紙みたいのがあって、
ちゃんとゴミ箱に捨ててねみたいなことを書いてあるんですけれども、基本流して OK ですね。ただ水圧もそうですけど、日本のトイレの紙って結構薄いと思うんですけど、イギリスって結構分厚いので、それでも流れるんだっていうのは、初めてイギリス来た時はちょっと思いましたね。ただいずれにしても紙を流してもいいっていうような、考え方になります。続いて9つ目、イギリス発祥のものは。イギリス発祥のものはいろいろありますよね。スポーツ関連で言うとサッカーだったりラグビー、あれはもう完全にイギリスですよね。あとはちょっとこの工業の話になるんですけれども、蒸気機関車だったり地下鉄っていうのはイギリスが一番最初に作ったあれなんですよね。ただロンドンの地下鉄もそうですし、イギリス国内を回る電車も結構使わせてもらったんですけれども、しょっちゅう遅延だったりキャンセルだったり、いろいろ問題があって大変なんだなっていうのは僕の中としてはあるんですけれども、発祥だからといっていいっていう考え方ではないのかなとも思ってたりします。はい、では最後の質問。イギリスの移民は何人ですか？最新の推定では1000万人前後が、外国生まれというデータになります。この移民の考え方ってすごい難しいんですけど、肌の色が違うから移民なのか、国籍が違うから移民なのか、それともその両方なのか、いろいろ考え方、定義ってそれぞれあると思うんですけれども、少なくともここでご紹介している1000万人っていうのは、外国生まれの方です。なので、外国で生まれているけど、イギリスに帰化した方の数字も含まれるんですが、この数字が1000万人。なので人口の 15% になります。で、主な出身地というのは、イギリス植民地の影響もあると思うんですけれども、インドだったり、パキスタンだったり、アフリカの諸国からの移民が多くてですね、あとは東欧、例えばそのポーランドからの移民も多いっていうふうにイギリスは言われています。なので、すごい多様性がある国ではあるんですけれども、今日もそうですけど、今後どうやって移民を定義づけるのかっていうのがすごいセンシティブな問題でもあり、難しい問題ではあると思うんですけれども、少なくともイギリスは僕が把握している限りですね、1800年代の後半からですね、その移民というのを受け入れているので、移民の歴史っていうのは非常に長いんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回、イギリスに関しての質問を勝手に答えてみたというような動画になります。ちょっと短めの動画になってしまったんですけれども、一応今回ちょっと軽めな感じでいきたかったので、こんな感じでいいのかなというふうに思ってたりもします。では、もう年末も近づいているということもありですね、皆さんぜひとも、寒いくないところからも、見てる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、どうぞ、お体はご自愛くださいませ。そして良い年末をお過ごしください。